こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。最近、休日のバイクライフ充実のために早朝出発して長距離を走ることが多くなってきまして。ほうほう。ちょっとツアラーモデルが気になってるんです。どんなの探してるの？ガス欠を気にせずに走れて、息も良くて、目にも負けず風にも負けず暑さにも雪にも求めすぎ。要は、貴重な休日の午前ツーリングをスマートに過ごすため、ワンタンクで300キロ以上走れて、高速をかっ飛ばしても疲れ知らずな風防機能と重量があり、お財布にも優しいバイクってことな。ズバリそうでしょう。じゃ今回は、こんなに長距離移動が楽になる？時短かツアラー12台まとめをお届けするぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回はメーカー別に語っていくぜ。チョイスしたメーカーはこちら。1、ヤマハ。2、ホンダ。3、川崎。4、スズキ。5、BMW。6、トライアンフ。7、ドカティ。8、KTM。です。車種選定基準は、HP にツアラー、GT の記載があったり、長距離向け装備がある、ってところだ。専用パニアやクルコン、ドライブモードが装備あり、ってことですね。あとは若干の主判断。じゃ、はじめご。1、ヤマハ。独自の技術、デザイン、価格でバイク好きの心を引きつけてやまないメーカーだ。ヤマハの長距離ツアラーといえば、内見 GT だな。いきなりのラスボス登場。内見は、他のメーカーとは違った形で GT を表現、実用化したバイクだ。LMW テクノロジーで旋回時の安定性は抜群で、溝が切ってある道路でも安心だ。あれはいつになっても慣れません。車両重量267キロにフロント二輪で横風なんてなんのその。爆走トラックのソニックブームにライフを削られることも減りますね。内見は三輪なので、物理的な安定感も抜群だ。クルコン、クイックシフター、グリップヒーター装備で、楽ちんツーリングが目に浮かぶ。航続距離も 323.8 キロで文句なし。価格は198万円だ。でも早くだし三輪だし重いのが。好きなバイクに野暮な質問は却下だ。初期費用とメンテナンス代をなんとか工面して乗りたいバイクだ。もう一台は、欲しい性能全部乗せ、トレーサー 9GT だ。多用途戦闘機をモチーフにしたツアラーだぜ。一台で何でもいけるバイクですね。同クラスでは最軽量級の車両重量に、ハイパワーなエンジン。戦闘機を連想させるサイドエアインテークやツイン TFT メーター。IMU 装備で、車体の傾きに合わせてライト照射位置を制御するコーナリングライトも装備してる。ダンパー付きパニアケースは振動を防ぎ、トップ、サイドの3ケース同時装着も可能だ。積載性も抜かりなし。そしてなんと電子サスペンションも標準装備で、価格は145万2000円。性能と価格のバランスにロックオンですね。航続距離も 367.2 キロ、ガソリンはハイオク仕様だ。FJR1300 が生産終了の今、この2台がヤマハのトップオブツアラー、ですね。でも、トレーサー 9GT が OK なら、テネレ700もツアラーみたいなものですよね。紹介しないの？満タンで500キロ走るワールドレードなら紹介したかったけど、国内モデル販売予定なしなので今回は除外した。ちなみにテネレ700の航続距離は380キロだ。いいじゃん。お次はホンダだぜ。2、ホンダ。ホンダのツアラーといえば NT1100 だ。2桁台のオニトルク2気筒エンジンを心臓に持つツアラーですね。スクータ的な見た目通り、風防性能は抜群だ。大きなカウルとスクリーンで、頭から手足まで守ってくれる。それに、ハンドル周りやステップはラバー付きで、不快な振動を軽減。後ろの彼女のことまで考慮した嬉しい設計。航続距離は386キロ、6250rpm で 10.6kgF のフルトルクが、248キロの車体をキビキビ動かす。航続距離が長いのは羨ましいですが、20リットルのハイオク満タンは財布が。NT1100 は、ツアラーだからこそレギュラー仕様だ。助かります。ちなみにアフリカツインもホーク11もレギュラーだ。これはポイントアップですよ。価格は168万3000円だ。鉄板の NT1100 の次は、おすすめ中型ツアラー CBR400R だ。こいつは隠れた名車だぜ。どの辺が？見た目は SS だがツーリング用途に使うことも想定してて、セパハンダがきつい前傾ポジションではない。400cc の2気筒エンジンは、中低速域で最大トルクを発揮するエンジンだ。日本最適の 400cc エンジンを活かすための専用車体で、それなりの重量もあり、250より車格も大きく車両安定性も高い。足回りは倒立フォークにダブルディスク装備だ。電子制御は ABS のみですが、使い切れる性能ってことで過剰な装備は不要、ってことでしょうね。2気筒なので、燃費も 27.9 キロとよく、SS 風デザインだが燃料タンクも17リットルあり、航続距離はなんと 474.3 キロ。もちろんレギュラー仕様だ。ツアラーはレギュラーにこだわるホンダ。価格は84万1500円な。ツアラー用のセカンドバイクとしてもいいかも。じゃ、400R が来たってことは、次は、CBR650R だぜ。
ツアラーとしても使いたいけど、スポーティーにも走りたいってライダーにおすすめのモデルだぜ。400R との違いは？今や希少車となる排気量 600cc クラスの車両、直列4気筒 DOHC のエンジンを搭載したバイクだ。この綺麗な駅マニを見てくれ。ツアラーにも美しさは必要ですね。4気筒で高回転仕様のエンジンだけど、燃費も良くて航続距離は 319.5 キロ、もちろんレギュラー仕様。ツアラーとしても人気だった CBR1000RR を彷彿させるデザインがいいですね。1000RR に憧れたおっさんには、ベストチョイスなマシンだ。価格は108万9000円だ。2気筒4気筒ときたら、お次は、V 型4気筒でハイパー VTEC 搭載。忘れちゃいけない VFR シリーズの紹介だ。先日、惜しまれつつも生産終了発表された VFR800 ですね。今のところファイナルモデルの発表はないので、実際に販売終了したら人気車種になりそうな気配だ。肩持ちアームに自動ウインカーキャンセラーにグリップヒーター。V4 エンジンでツアラーとしての装備も申し分ない。価格は152万2400円だ。もちろんレギュラー仕様？その通り。こうしたところがホンダの気遣いですね。リーズナブルに長距離走ってなんぼのツアラーです。ガソリン代が節約できるのは何よりだぜ。3、川崎。もちろん忘れちゃいません。川崎も良質なツアラーモデルが揃ってるぜ。最高級レベルの装備、価格のツアラーモデル、忍者 H2SX SE だ。最初からドンの登場ですね。200馬力の馬力を生み出すスーパーチャージャー搭載しながら、航続距離は349キロという二律背反な走行性能。前後レーダー搭載で ACC 装備、クルコンにクイックシフター電子制御サスと快適性も充実。おざなり運転もか？さらに川崎スピンでスマホとバイクがフュージョンだ。価格は265万1000円ですか？この性能でこの価格は安いと思う。トップガン好きならこれしかない。車両重量267キロとちょっと重いが、その緊張感はまさに吊り橋効果。ツーリングにそんな緊張感はいらないです。じゃ、そんなレイムには忍者戦 SX だな。この風貌、どこから見ても ZX 系のガチ SS デザインですね。それでいて、純正 OP の大型スクリーンをつければ、暴風能力は両手までカバーしてくれる優しさ。快適機能は ETC にグリップヒーター、DC ソケットにヘルメットロック付きだし、IMU にクルコン、ライディングモード、クイックシフターにスマホ接続と電子制御だらけの装備だ。優しさまみれのバイクです。まさに頼れる兄貴。航続距離も 332.5 キロだ。残念ながらハイオク仕様だが、これだけ持って159万5000円はバーゲンセール。でもやっぱり、もう少しコストを抑えたいってライダーには忍者650もおすすめだ。価格的なライバルは CBR400R ですね。忍者650ハセパハンダがハンドル位置高め、前よりの着座位置で上半身直立の楽ちんスタイル。それに忍者650の2気筒エンジンは最高出力68馬力、最大トルク 6.4kgF と 400R の5割増しの性能だ。ま、排気量が違いますからね。航続距離は345キロと 400R にはちょっと及ばないが、十分な性能だ。でも、めっちゃ楽々そうなバイクです。忍者シリーズのデザインが好きで、リーズナブルなツアラーが欲しいなら、こいつで決まりだな。価格は91万3000円だ。さ、国産モデルの締めは、みんなの鈴木だ。4、鈴木。鈴木といえば、ツアラーモデル盛りだくさんのイメージですよ。でも、ちょっと数が多くなってきたので、団長の思いでカットした。字が違うし。すまん、動画の差しの都合でカットした。V ストローム 1050XT はアドベンチャーってことで除外。はやぶさは究極のスポーツバイクだから除外。ジクサー150は鬼燃費 51.0 キロなので除外。なんだそれ。ま、別の機会に特集したいと思う。じゃ、残るは GSX-S1000GT だ。最新の鈴木モデルできましたか？この価格帯のクラスは強敵ばかりだからな。忍者戦 SX だろ、NT1100 だろ、トレーサー 9GT だろ。メーカー渾身のお買い得ツアラーが勢揃いですからね。そんなライバルたちと比べて、S1000GT の性能は？ S1000GT の強みは、なんといってもエンジン性能だな。最高出力は150馬力、最大トルクは 10.7kgF だ。パワーイズジャスティス。エンジン性能に対し、車重は226キロと絶妙だ。車両との一体感を生み出す電子制御システムや 6.5 インチディスプレイは、他のツアラーにはない魅力だぜ。チャームイズパワー。航続距離は 315.4 キロで、他車よりちょびっとだけ少ないが、そこは愛でカバー。パワーオブラブ。真面目にリアクションしてくれ。真面目ですよ。ホンダから鈴木に乗り換える夢を何度見たことか。嘘ばっかり。と、国内モデルのおすすめツアラーを紹介したところで、お次は海外モデルと行くぜ。お値段のことはちょっと忘れていい夢見たいと思います。BMW。まずは BMW だ。1923年に生産開始された、BMW ブランド初オートバイ、R32 から脈々と続くツアラーモデル、R シリーズだ。まずはおなじみ R1250GS からだ。BMW のシンボル、水平対向エンジンってどうなんですか？昔は横に張り出したエンジンは違和感ありありだし、これじゃバンクなんかしないんじゃないかと思い込んでたが、とある試乗会で乗ったら、初めての感覚に目から鱗だった。ジャイアントロボ効果ってやつですね。ジャイロ効果な。
さらに安定性を高めるために、電子制御サスや、フロント3本のショックでノーズダイブを抑えるテレレバー。これらの装備も相まって、地面に張り付く感覚が面白く、新しい体験だったぜ。136馬力、最大トルク 12.5kg F は 6250rpm で発生、航続距離も 420km と抜群だ。低回転仕様の2気筒エンジンだが、可変バルブ機構搭載で高速走行もお手のもの。それに、大型フェアリングの効果も抜群だ。装備も大型メーターにクルコン、グリップヒーターと申し分ない。そんなバイクが、226万2000円から購入できますぜ。まさにトップモデル。いやそれが、GS を超える R1250RT ってのがいまして。マジっすか。最初に価格を言っておく。R1250RT のスタート価格は310万5000円だ。310万5000円だ。エンジン特性は GS と変わらないが、タンク容量は約5リットル増加で航続距離は525キロ。車両重量は GS から24キロ増えて290キロだ。コニちゃんより重い。超でかいフロントスクリーンの防風性能は見た通り、電子制御にはレーダーを利用した ACC を搭載、さらにでかい10インチメーターやキーレス装備だ。上には上がいるんですね。まだいるぜ。まだいるの？計 1600GT と言ってな。335万5000円からだ。価格も性能もインフレ状態ですね。これ以上なんがどうなるというのでしょうか？エンジンが6気筒になる。排気量 1648cc で160馬力、5250rpm で 18.3kg F の最大トルク発生だ。タンク容量は 26.5 リットル。航続距離は約449キロな。350キロの超ド級クルーザーだ。ワルキューレ対抗ですか？でもこんな巨体、日本じゃ乗り回せないですよ。いや、それが案外合うんだって。防風機能は最高級だし、ACC に電動式バック機能もあるし、足つきも良い。ゴールドウィングがオールドライダーに好まれるのと同じ理由ですか？ロングツアラーとしては、最高峰の性能だ。お腹いっぱいなので、もう少しリーズナブルに楽しめる BMW のツアラーモデルはないんですか？あるぜ。F900XR だ。118万1000円からだ。あるじゃないですか。しかもめっちゃ安く感じますし。機能満載とはいかないが、長距離走行の快適性とパフォーマンスは妥協しないモデルだ。見た目はアドベンチャー風だが、小回りしやすい車体にシート位置は 775mm から 870mm まで調整可能。パラツインエンジンで約104馬力、最大トルクは 6500rpm で 9.38kg F。車両重量も 250kg と安定性あり、航続距離は 364km あり十分だ。水平対向ではないが、BMW 入門モデルとしておすすめだな。もう一台は G310GS だ。GS ってことはあの GS シリーズの？そうだ。価格は75万3000円から。BMW がこんなに安くて大丈夫なの？大丈夫だ。問題ない。このモデルの特徴は、なんといってもその燃費性能だ。カタログ上は燃費が 30.3 キロ、11.5 リットルの燃料タンクで航続距離は 348.4 キロなんだが、ネット記事を読むと燃費が40キロオーバー、航続距離は400キロを超えることもあるらしい。短気筒で車重も175キロと軽く、スロットルもバイワイヤなので、地味に燃費スペシャルバイクらしい。レギュラーなのも嬉しいですね。先代はインド生産のコスパ重視バイクってことで、色々しわ寄せがあったみたいだけど、新型ではブレーキクラッチ位置調整機構もついて、品質もアップしている。さすが BMW。国産モデルの価格で外車に乗れるなら、ちょっと乗ってみたいな。BMW 以外のモデルはないの？じゃ、リーズナブルつながりで次はこれだ。6、トライアンフ。トライアンフのタイガースポーツ660だ。トライアンフなのに安いの？タイガーシリーズでは最小排気量のエントリーモデルだからな。程よいパワー、スペック、価格、外車にしては破格のモデルだ。車両価格は112万5000円だぜ。老舗メーカーのバイクがこの価格だと、やっぱり少し心配になります。もちろん、全くそんなことはない。ABS にトラコン、走行モード装備で安全性も配慮されてるし、車両重量も207キロあるし、航続距離も約380キロと十分。ちなみに上位モデルはタイガー 1200GT エクスプローラーな。肩持ちアームのシャフトドライブ、セミアクティブダンパー装備で、航続距離は驚きの540キロ。世界一扱いやすいバイクがキャッチコピーだ。この性能でお値段254万9000円。お名前だけ覚えておきます。7、ドカティ。こだわりの L 型エンジン、ドカティのツアラーをチェックだぜ。おいくらのバイクですか？ 205万9000円。車種は？ドカティのツアラーモデル界へ第一歩、ムルティストラーダ V2S だ。デュアルパーパスと銘打ってるが、これはオールインワンモデルだ。ムルティファミリーでは、V2 が一番軽くて足つきも良い。車両重量は202キロ、電サスはスカイフック制御で、路面のデコボコをスムーズに吸収してくれる。荷物を乗せてタンデムしながらのツーリングも、市街地をスポーティーに流すのも、お任せあれだ。コーナリングライト装備で、夜でも安心です。最高出力は113馬力、最大トルク 9.6kg F を 6750rpm で発生する中低速トルクエンジンは先代より軽量化されてる。どんどんできるやつになっていきますね。ドカティといえばパミガーレを筆頭にスーパースポーツモデルが有名ですけど、フルカウルタイプのツアラーはありますか？あるよ。
パニガーレ風のツアラー。ワクワク。ドカティスーパースポーツ950だ。サーキットも走れるしツーリングもできる、最初のドカティとして最適なモデルだ。IMU 搭載でトラコン、コーナリング ABS、ライディングモード、クイックシフター装備だ。SS タイプだからセパハンですよね。このモデルはハンドル位置が極端に低いわけでもなく、見た目ほどポジションの前傾はきついものではない。それは嬉しい。ドカティの SS だし、200万円オーバーぐらい。電子制御サスなしモデルなら、174万5000円だ。CBR600WR と同価格帯ですか。そうだな。でも950はメーカーオプションで専用パニあり、スクリーンも2段階調整可能で、ツアラー装備もバッチリだ。ツアラー装備は、こっちのが1枚上手。ただし、航続距離が若干短くて、約290キロだ。ま、そこは見なかったことにしておきます。じゃ、最後は。8、KTM。デザインもツアラー性能のうち、KTM1290 スーパーデューク GT だ。この攻撃的なデザインと裏腹に、ライダーに優しい機能が満載のバイクだ。電子制御サスに油圧クラッチ、グリップヒーターは標準装備。えぐられたシュラウドにウインカーが一体化。いちいちかっこいい。エンジンは 1301cc の V 型2気筒。175馬力、14.3kgF の化け物スペックだ。燃料タンクは23リットルで、航続距離は403キロと申し分なし。価格は244万9000円だぜ。ごちそうさまでした。さあ、一気に紹介してきたが、気になるツアラーモデルはあったかな？もちろん、高級モデルは装備や機能が盛りだくさんなのは当たり前ですけど、BMW の F900XR や G310GS、トライアンフのタイガースポーツ660とか、有名海外メーカーでもお宝バイクがありましたしね。では、お気に入りのツアラーを見つけて、バイク朝活に励もうぜ。合点承知。では、今回はこの辺で。それでは、See you!